ちゃんと火に入るようにちょうど骨の周りの肉を外してるところです。で、できるだけ皮を破かないようにこの肉を骨から外してます。で、ちょうど焼き上がりの時にこの真ん中にこう肉汁が出てきて火がきっちり入るように心がけています。これは金総鶏というブランドなんですけど、肉質も柔らかいですし一番うちに合いそうだなっていうことでこれ決めさせてもらってます。やはり冷凍は使わないように、生の鶏を仕入れてますので消費期限が1週間未満5日とかそのぐらいですかね。で2日以上置いちゃうと鮮度は持つんですけれども調味料の香りが飛んじゃうんですよ。そのために必要以上にはしない。さすがに土日になると1日で30本から50本出ますから、朝の時点でもうたくさん味付けしちゃいますけどね。これはねガーリックです。はい。がっつりかけるんですね。そうですね。ガーリックは少々かけすぎたかなぐらいの量をかけてますね。3種類の調味料、塩と胡椒とガーリックなんですが、ガーリックは香川から仕入れた国産のものを使ってます。やはり外国産と比べると香りが全然違うので、ですから、一番の決め手は国産のガーリックじゃないですかね。香川ってニンニクの生産量が全国2位なんですよ。青森に次いでたくさん生産されてる町でして、で、もちろんこの骨付鶏の発祥の土地っていうのも香川県じゃないですか。ですからやっぱり同じ味を追求したくって香川から仕入れてます。なんかお酒に合いそうですね。なんかすごいガーリック感がすごい。やっぱりビールが一番合うんじゃないかな。最近ではハイボールとかね、炭酸系のがよく合うと思います。一角さんももう70年80年ぐらい創業して経つんじゃないですか。骨付きももを、そのまま塩コショウガーリックで味付けしてオーブンで焼いたものを骨付き鶏って言ってると思いますけれども、そもそも私が勤めてた四国のお店のご主人が海外の海賊の映画、分かりやすく言うとディズニーの「パイレーツ・オブ・カリビアン」みたいなああいう海賊映画で海賊の人たちが骨付きのお肉をかぶりついて食べてるのをヒントに始めたっていうふうに私は伺いました。この5本が事前に成形してた親鳥です。生後2年前後のメスの鳥です。肉質が硬いんですが噛みしめると濃い味が出てきて、
骨付き鶏を何度も召し上がっている方はこちらばかり注文する方が多いですね。ひな鶏の方は生後50日から60日の鶏です。以上で味付けは終わりです。あとはだいたいお客さんが見える30分ぐらい前に少し出して、はい、で常温に戻してるっていう感じです。わかりました。全然肉質とかも変わってくる。あ、全然違います。柔らかいから絶対数としては、ひな鶏の方が絶対数として出ますけれども、親鶏好きな人は中には親鶏がなかったらまた来るって帰られる方もいらっしゃるんですよ。まあ好みは分かれるのでね。確かに親鶏は味が濃くって美味しいですけどね、年配になってくるとやっぱり歯も弱くなるから親鶏召し上がってた方がひな鶏に変わる方もいらっしゃいますよ。これは味南蛮です。はい。前のお店でも出してたんですけど、その頃はこういうふうにちっちゃく切ってあげるのではなくて、一匹丸ごとを焼いて、それで自家製の三杯酢につけてお出ししてたんですけど、やっぱり食べづらいから私がこういってこう一口大に切って揚げて同じような自家製な三杯酢でお出しするように変えたんですけどね。ここに後で南蛮なので、玉ねぎのスライスとかそういうものを後で上から乗せます。これから小鉢物の仕込みを数品やって、時間が余ればちょっと休憩できるんですが、余らなければそのまま営業始まるんですけど、はい。皮をカラッと焼いて柚子ポン酢につけてお出ししてます。上の段のやつは何ですか？今入れたやつは。あれは砂肝です。オーブンで焼くんですか？オーブンで焼くのがせっかくガスつけてるので一挙に両方焼いた方が。熱いから気をつけてね。
代ってその亀山さんの亀とその四国で勤めていた頃の、今もう息子さん代替わりされたんですけど、先代の頃の大将の名前を一文字勝手にいただいて、であとは私のパートナーの一文字を3つをくっつけて一郎亀にしました。はい、ご主人が貞一で、奥さんが田鶴子で、一角さんもそのご主人と奥さんの名前をくっつけて一角さんにされたんですよ。知らないお客さんは向こうが鶴だからこっちは亀なんだねと言われる方がたまたま僕が亀山だからね、たまたまなんですけど。テーブル席どうぞ。こっちでいいですか。はい、どちらでもどうぞ。ナノビをスタート。今日味なんかになりますか。具が詰まってるのね。入るよ。転ばないように気をつけてね。ひな鳥がすごい。キャベツ油につけて召し上がってください。こちらいいですか。香川でよく行くときに骨付き鳥を都内で探したらもう少しかな。内容の店なの。
何回ぐらい切る？ちょっとわかんないぐらい切ってますよ。めちゃめちゃ美味しいですよ。ガーリックが効いて油のなんか美味しいところがずっと残って、まあその油に対して、キャベツにつけて食べたりするんですけど、それはすごい。母親香川にいましたけど、なかなか東京であんまり骨付き鳥ってないじゃないですか、関東で。まあその油に対綺麗です。初めてじゃない、美味しい。パリパリ感がすごく美味しい。ジューシーパリパリ、美味しいよこれ。お酒が進むご飯が食べたくなる。テーブル手前の方、お野菜キャベツがつきます。めっちゃ嬉しかったです。美味しいね。僕が初めて食べたのは高校生の頃です。それこそ一角さんに行って食べました。義理のありに本日連れてもらって。
で縁があって一角さんに雇っていただいたっていうのが経緯なんですけどね、すごく忙しいお店だったんですよね。で量もすごい量をやってたので、それで覚えられたのかなって思いますけど、一から包丁の持ち方からこう立ち位置どういうふうに立てばいいかとか全て教わりましたね。やっぱり飲食業って拘束時間が長いじゃないですか。自分の時間ってほとんど取れなかったので、その頃は週休ではなくて月3回のお休みしかないようなで、土日になるともちろん忙しいので、今も結局同じようなことやってるんですけど、朝早くお店に行って少し休めても夜遅くまでって拘束時間も長いですから、若かったせいもあってそういうことに、若干嫌気を感じたっていう、会社勤めをやりたいということでちょっといろいろ探したんですけれども、四国では見つからなくて、でいろいろ探してるうちにコンピューターがやりたいっていうふうに思って、それで東京に出てきたんです。会社勤めの頃からよくリタイア後は居酒屋さんやるから飲みに来てねとかって後輩によく言ってたんですけど、年齢的にいろんなことを考えてこれから先この会社でどういうポジショニングでやっていくかっていうことでちょっと自分自身でも疑問に感じたので、ならちょっと半分冗談で言ってた飲食業をやるっていうことに対してちょっと本気で考え始めて、で本気で考え始めたらもう勢いですよね。半年ぐらいで決めちゃって、広めたいというよりは自分がまず食べたかったのと、一角さんが東京に出してるのであれば僕出さなかった。なぜか何年も経ってるのにもかかわらず横浜までなんで東京に出てこないのと思って、じゃあ東京来ないんだったら僕やっちゃおうって。お願いします。鶏飯1、おにぎり2です。鶏油が調味料が沈んでて美味しいので、その油をおむすびとかキャベツにつけて召し上がるのが美味しく召し上がれると思います。
飯って鶏肉をこんにゃくと一緒に合わせて、生姜を結構たくさん入れて甘辛く佃煮のように煮込んだものをちょっと薄味のお醤油ご飯と混ぜてお出ししてます。お待ちどうさま。まあまあいけないことはないな。コースで頼んで炊き込みご飯とまあそのなんつうのスープと、汁物と汁物めっちゃ美味しいですよ。それスープめっちゃ美味しいです。つくねのタレと同じ団子を入れて、で、お醤油とお塩で味付けして2時間弱ぐらい、何でもスープそうだけどちっちゃい火でこうゆっくり出した方が味が良くなるじゃないですか。うちのも同じで2時間近くちっちゃい火でこうコンソメスープと同じようにこう沸騰させないようにして、それで一旦粗熱を取ったら、氷水でバーッと冷やして、それで冷蔵庫で保管してるんです、美味しいってよく言ってくれる、あります。はい。お出汁の香り嗅ぐとお腹が空いてくんじゃないですかね、香川にあるおでんはうどん屋さんに必ずあってセルフなんですよね。好きなものを好きなだけって。さすがにうちはそれはできないから盛り合わせで出してますけど、こちらでいう言い方すると練り物の、さつま揚げみたいなものは向こうでは天ぷらっていうんですけど、平天があるんですけど、それは産直で向こうから取り寄せてます。やっぱりこちらじゃ手に入らないんですよね。こちらでははんぺんとかちくわぶとか入れてるじゃないですか、向こうでは入れないですから。うちは大根、卵、厚揚げ、こんにゃくで、先ほど言った天ぷらと、あと牛すじを入れてます。お待たせしました。香川おでんです。明日11月2日土曜日10時30分から慶国様です。はい。牛脂。はい。最初の頃はその香川の有心はなく川釣りしかなかったんですけど、というのも関東の業者さんが取り扱ってなかったんで、でも僕がその有心が昔から四国でいる頃から好きだったんですけど、倉本さんに電話かけたら送ってくれるって言うから、それ以来も郵送で送ってもらってます、まとめて。日本酒のこの有心はね大好きで、俺自宅にも有心も知り合いか香川出身の知り合いがいて、いろいろ教えてもらってます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。まあ最初の数年間は大変でしたよ、たくさん作って。やっぱり知名度も、東京ではそんなにそうですね、やっぱ苦労されました。資金繰りで苦労しましたねいざ開いてみると懐かしいって、東京に
転勤とか何らかの理由で来られた方がね、結構最近なんかもよく来てくれてますからね。欧米系のお客さんなんかはすごく多い。初めて今まで食べた中で一番取り寄りで美味しかったとかって翻訳ソフトを使って帰り際に見せてくれるようなこともありましたね。中には知り合いの飲食業やってる方からフランチャイズとかそんなことはやらないのとかって聞かれたことはあるんですけど、そういうことをやって広げようとは僕は今のところ思ってないんですけどね。自分の体力が許す限りはね、営業続けたいなとは思ってます。体しないかな。今のところは病気がないので、はいそうですね。